ノルウェー式 HIIT を習慣化しようと思います。週2を3ヶ月なので24回できたらクリアにします。自宅でノルウェー式はこれまで何度か挑戦しましたけど、完遂できなかったです。最初の1分30秒くらいでもう動けなくなってしまいました。で、チャット GPT に聞いてみたところ、4分間を全力で走り切るのは無理だぞって言ってくれて、85% から 95% くらいの力で4分間やるんやでみたいなことを言ってくれました。ちゃんと心拍数さえ追い込めていればいいらしいです。例えば田畑式では僕の場合20秒腕立てバーピーを本気で飛んで全力で行うとだいたい 2.5 秒から 3.5 秒に1回のペースが全力になります。なのでこのペースよりも強度を落として4分間走り抜けるようにしますと。で、5秒に1回のペースでやってみたらみたいな提案をしてくれたので、腕立てバーピーに関してはこのペースを保つようにしてみようと思います。このように他のメニューでも全力で4分ではなく9割くらいの力で4分間をやりきるようにするって感じです。はい。で、1回目、バーピージャンプ182、スクワット170、ダンベルジャンピングジャック183、もも上げ186の心拍数になりました。スクワットだけ心拍数が180に届かなかったです。なんか心拍数よりも先に筋肉の限界が来てしまったのでメニューを変えるようにします。こんな感じでメニューをちょこちょこ変えたりして、はい、24回目指していきますと。なんかおもちゃみたいな動きですね。倍速で見ると。面白いな。はい、2日目ですね。もう映像はもうですね、同じような映像ばっかりで面白くないので、はい、省略して心拍数だけお伝えできたらなと思います。2回目の心拍数こんな感じです。かなり追い込めているんではなかろうか。3回目ですね。基本的にはペースを上げようっていうよりかは一回一回の強度を高くしようみたいな感じですかね。後半きつくて声が漏れてしまっています。心拍数はこんな感じです。ボボボーボボーボボのオープニングリミックスを聞いて頑張りました。4回目です。少し心拍数が上がりづらくなってきました。ただ体感的には普通にめちゃくちゃしんどいです。飽きてきましたね、同じ映像にも。5回目です。そのメニューにも飽きてきたので順番を変えたりして、はい、挑戦しています。6回目です。次で映像が終わるので、はい、我慢してください。ダンベル持ってですね、椅子の上り下りというメニューをアドリブで考えてですね、やりました。結構筋肉が疲れていい感じです。はい。次は4分を1分ごとに種目を分けても良さそうだなと思って、はい、次はそうします。7回目です。映像はこれで最後です。4分を4種目1分ごとに分けてやりました。心拍数があんまり上がらなくなってきましたが、ギリギリ180はクリアできました。次は外へ走りに行きます。ランニングでノルウェー式 HIT やってきました。バイクうるせえな。正直ランニングの方が楽というか、一定のペースで一定のリズムで走れるので筋肉の疲労があんまりなくて心拍数のみで追い込めるというか、はい、なので初心者の方は、僕も初心者ですけどランニングからノルウェー式 HIIT を始めた方がいいのかもしれません。こいつもそう言ってます。初心者はランニングがおすすめだよ。心拍数は1回目が182、2回目が185、3回目が186で4セット目が188でした。疲れた。はい。今日で8回目だから1ヶ月習慣達成しました。はい、あと2ヶ月やっていきます。疲れました。お疲れ様です。3ヶ月本日達成しました。マッチョになったかな。3ヶ月やって思うのはですね、
なんかバーピーとかスクワットとかスクワットジャンプとかよりかは走った方が楽、精神的には楽というのが分かりました。普通にノルウェー式 HIIT をやりたいと、ちゃんと心拍数を追い込むことを重視だとっていうのであれば、走るのをおすすめします。はい。あと、そうですね、メリット。正直なんか集中力上がったとか、なんか痩せやすくなるとか、ないですね。強いて言うなら、なんて言うんだろうな。本当運動不足が一切悩まなくなる。運動不足に一切悩まなくなるっていうのがメリットかなと思います。週にやってるだけで別にいいかっていう感じがあってですね。もしかしたら現代の人って、運動しなきゃなとか、なんか一末の不安みたいのがあったりするんじゃないかなと思いますが、これは週に1回25分ぐらいで終わるんで、1週間で50分運動すれば、しかも実際運動してるのって16分なんで、週30分ぐらい追い込んでやれば、十分っていう、なんか科学的な根拠があるらしく、30分運動すりゃ運動不足に悩まなくなるっていうのかなりいいんじゃないかなと思います。はい。現代において何か目の前のことに集中するっていうのがすごい。何かうまいもん食べててもやべえ太っちまうとか、運動不足だとかっていうのは、あんまり今に集中できてないんじゃないかなと思うので、その不安を取り除く作業として、ノルウェー式 HIIT やってみるのはいかがでしょうか。我が山梨のレジェンドである中田秀俊さん、ヒデがですね、トレーニングを続ける理由として、うまいもんを好きなように食べられるようにって言ってたみたいなことを聞いたことがあります。太るかもと思いながらの食事は楽しくないですからね。ぜひ今を楽しむために運動を始めてみてはいかがでしょうか。ってな感じです。お疲れ様でした。このチャンネルではやりたいことを一つずつ達成していきます。ゴールはやりたいことリストをすべてやり尽くすこと。